渋谷のクラブに行きました。どうも OK ジャパニーズです。12月の末にですね、友達が来ました。中国の友達なんですね。彼とは会うのは2回目です。彼は日本に旅行に来ている。だから久しぶりに会おうね、そういうふうに連絡があったんですね。で、僕はぜひぜひ会いましょうというふうに渋谷で待ち合わせしました。彼と会ったのは、2019年上海で出会いました。その時にね、僕はバンドをしていました。そして友達のバンドがいました。そのバンドが上海でライブをする。中国の上海でライブをする。それを見に行ったんですね。飛行機に乗ってライブを見に行きました。そしてそこでその中国の友達と会いました。初めて会いました。彼はね、僕が初めて彼と会った時、彼はお酒を持っていました。テキーラをたくさん持って現れました。どうぞってね。それが僕の彼との出会いです。はい。今はね、僕はお酒を飲みません。お酒はやめました。だけど昔は飲んでました。時々、楽しく飲むことはありましたね。その上海に行くのも旅行ですから、旅行に行ったら楽しみたいね。だからそのテキーラを飲みました。そう、僕の友達のバンドは、中国で人気があったんですね。だから上海、北京、他の場所でもライブをしていました。なのですごいなと思って、僕は見に行ったんです。僕もその時自分のバンドをしていました。そして外国でライブをしたい。僕も中国でライブをしたい。だからまずは中国はどんな場所なのか知りたい。行ったことがなかったんですよ。行ったことがなかったから、これはぜひ見たいな。そういうふうに思って行ったんですね。3日間、3泊4日の旅でした。ね。そこで、その時はね、びっくりしました。お客さんがたくさんいて、その日本のバンドを見に来ているお客さんがたくさんいたんですね。そしてみんなこう元気があった、音楽を楽しんでいる、自由にね楽しんでいると感じました。自由に音楽を楽しんでいる。日本はね、日本も音楽を楽しみます、ライブで。でもとてもおとなしい、人が多いです。周りの人に気を使う人が多い。ね、一人ですごく踊る。めちゃくちゃ踊る。うわ、あの人すごい。そういう人はあまりいない。なぜなら周りの人がびっくりするからね。何この人の踊り方、見たことない。やばい人がいる。離れよう。そうなりがちですから。そうなりやすいですからね。だけど中国に行ったら、もうちょっと自由でしたね。いろんな国やいろんな楽しみ方がありますよね。アメリカのフェスに行った時もアメリカの人はすごい楽しみ方をしていました。ね、いろんな煙の匂いがしました。それは別の話。そして、僕はね、上海でいい印象がありましたね。こんな楽しい場所がやっぱりあるんだ。すごく活気がある、ね、人がたくさんいて元気、これから成長する、そういうイメージがありました。2019年の時です。
それから皆さんね、2020年にあれが起きまして、あれが起きて、みんなバンドはライブはできなくなりました、なので僕もそのバンドは、やめて、海外でライブすることはできなかったんですが、その時にその中国の友達と会ったんですね。はい。で、彼が何をしているかですよね。彼は、中国でライブを作っている、ライブイベントを作っている人です。ライブイベント制作と言いますが、なので海外のとても有名な人を中国に呼んだり、日本のバンドを呼んだりして、音楽を広めている、そういう仕事ですね。で彼もね、ずっとその仕事をしてきて、途中でやっぱりあれが起きたからライブの仕事がなくなりましたよね。そして大変な時があった。そして最近また戻ってきましたね。みんなまた、ライブに行く、ライブに遊びに行く、やってますよね。なのでまたその仕事を始めている、ということでした。だけど、中国も去年は、経済が良くて経済が上がっていた。でもそれがいきなり下がったんですね。だからかなり大変だと言っていました。大変な時です。そういうふうに言っていました。その彼と東京で会った、そういう話ですね。はい。そして僕はどこに行こうって考えて、渋谷に待ち合わせだと、渋谷で待ち合わせしようということで渋谷に待ち合わせにしました。そしてご飯を食べて、楽しくご飯を食べました、いろんな話をして、そして彼の友達が来ました。彼女は中国の人でも日本に住んでいる。日本に来て1年と半年ぐらい、2年ぐらいかな、日本に住んでいる、日本語も結構話せる、すごい。でなんで日本に来たのかっていうと、住んでみたかったから、日本の言語を勉強していたし、日本の文化、音楽も好きなものがある。だから日本に住んでいる、というふうに言っていましたね。で仕事はと言ったら、仕事はですね、音楽関係の仕事なんですけど、中国のアーティスト、中国の人をマネージメントしている、中国のマネージャーですね。だけど彼女は日本に住んでいる。でリモートで働いている。リモートワークを日本でしている。そんなことできるんだって思いましたよね。へえ、マネージャーで海外に住むっていうのはありなんですね。いや、すごいなと思いました。珍しいですよね。そして、僕たちはご飯を食べました。そこで食べたのはですね、日本の洋食レストランです。日本には昔洋食が入ってきました。海外のご飯、オムライスとかハンバーグですね。ハンバーグ、日本は1950年ぐらいから、アメリカなどの文化がたくさん入ってきました、そしてそういう食べ物が広まりました、なのでその時は、家族がいますね。家族がいてご飯を食べに行こう。その時に、洋食、西洋の食べ物、西洋のレストラン、そこに行くのが、人気でしたね。洋食レストランに行こう、だから洋食レストランはたくさんできたんですね。オムライスというのは
ご飯、その上に、卵のオムレツが乗っている。そして上にケチャップが乗っている。ね。それを食べて、美味しいね、お母さん。美味しいね、お父さん。そういう風な文化がありました。今は、そういうお店は、レトロなお店、懐かしいね。懐かしい洋食屋、そういう風に呼ばれています。なので、そういうお店が渋谷にあって、そこに行ったんですね。だからね、僕たち日本人がそういうお店に行く。今行くと、なんかレトロでいい雰囲気だな、懐かしい雰囲気だな、そういう気持ちになります。はい。ね、初めて日本に来る人は、ね、寿司食べて、ね、日本のものを食べる。それもいいですね。でもだんだん慣れてきたら、そういうあまり珍しくない日本の洋食とかね、日本の、ラーメンもそうですけど、ラーメンは人気ですけどね、ちょっと日本人が食べているようなもの、そういうものを食べるのも面白いと思います。そしてですね、ご飯を食べ終わって僕の友達も来ました。はいね。で、これからどうするのと聞いたんですね、中国の友達。そしたら、彼は今日はライブを見に行く。ライブ、それを見に来たんだと言ってましたね。そのライブは中国の人、中国のラッパー、そして、インストの人、ね、歌のない曲を流す人、DJ、日本のラッパー、そういう人が出るイベントでした。僕はね、普段あまりラップのライブには行きません。行ったことないですね。僕が行くのはバンドのライブが多いです。なのでラップのライブの場所ってクラブになるんですね。で、僕はね、クラブはね、あんまり得意じゃないんですよ。苦手。ね、クラブって何回か行ったことありますけど、音が大きいし、ずっと地下にいる。ね。空気が、やっぱりね、あんまり綺麗じゃないじゃない。ね、あんまり綺麗じゃない。バンドのライブも一緒です。ね、地下に入って、モグラのように、ね、音楽を見て、空気が汚いな。ね、みんなタバコ吸うし、ね、タバコ吸って。だけど、海外の友達が来たし、ね、年末だし、たまにはいいか。たまには行くか。よし、行ってみようって行きました。ね。渋谷にある。渋谷の駅から10分歩いて、だんだん人がいないところに歩いていって、ここだって言ってね。で、中に入ってる。そしたら、もう、ほとんど中国でした。中国の人が多分、8割、80% 中国の人。ね。で、2階があって、地下がある。で、地下がライブをしている。ね。そして入っていった。ドン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 っていう音がしている。ズン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 と音が鳴っている。そして暗い。見えない。何も見えない。うわーって言いながら入っていった。そしたらね、中国の女性の歌手、女性シンガーが歌っていました。ね。とってもね、綺麗な歌声で、素敵な歌でした。なんかね、彼女はどうやら中国でも人気なんですって。ね。中国の音楽関係者、音楽業界、その音楽の、仕事の中にいる人にとっても人気。だということでしたね。
その後は日本のラッパーが出てきましたね。日本のラッパーがこう歌いながら日本語でラップをしていましたよ。で僕はソフトドリンク、ね、アルコールじゃないドリンクを頼みました。ウーロン茶ください、ね。やっぱねクラブはねこうなんていうんですか、みんなかっこいいじゃないですか。かっこいいですよね。みんないやはいっていうイメージ。こういう人はいないですよね。すいません、すいません、ごめんなさいごめんなさい、すいません、すいませんね。僕はそういうタイプなので、ね、そういう風にならないように頑張りました。姿勢を良くしてね、ぐっと首をまっすぐにして、よしよしお茶を頼みに行こう。あそこがドリンクカウンターか。よし行くぞ。すみません、ドリンクはどれですか、ね、そんな感じでね、そういうイメージでウーロン茶をね飲んで、ウーロン茶頼みました。でもそのウーロン茶少ない。コップ半分、ね、コップに半分しか入ってないね。しかも入れるところを見ましたね、お店の人が。ペットボトルの大きいペットボトル、安いペットボトル、それを入れてる。それ200円ぐらいじゃないですか。僕700円払ってますけどね。はいケチな人間ですね。はい、そういうことを考えてるね、そういう人はかっこよくないね。かっこよくないです。でも考えてしまう僕はね。はいそれどうなの。じゃあこのお茶を大事に飲むしかないね。そう思いました。でもその時僕は今一人ですね。気づきましたか。僕は一人になりました。なぜなら、中国の友達2人はタバコを吸いに行きました。タバコを吸いに、行って、タバコの部屋があるんで、ね、今は、タバコの部屋に行って、タバコふーんってずっと吸ってたんですね。はい。で僕は一人になりました。でライブもねまあまあ終わって、今 DJ の時間、暇ですよね。暇になりましたね。だから携帯を見ることをし始めました、ね。携帯を見てインスタグラム更新して、もう何も出てこない。お茶もどんどん減っていくんです。全部あったのが半分になってしまいました。この半分、これがなくなったら僕はやることがなくなってしまう。この半分を時間をかけて飲もう。だからゆっくり飲んだというか舐めた。少し舐めて戻す。そしてまた携帯を見る。そんなことをして1時間が過ぎました。暇だな。よし次のライブを見てみるかね。まあでも次もきっと知らない人だし、まあいいライブだろう。楽しいとは思う。でもそんなに心が踊る、テンションが上がるようなライブじゃないだろうね。もう疲れたしね僕も。でもまだ帰るのは早いよなって思いながらね、ライブの会場に行きました。そしたら中国の、アンビエントの音楽、坊主のね男性、髪のない男性、40歳ぐらいでしょうか。後ろから光が当たってなんかすごい輝いている。そしていろんな機械が目の前にある彼のね前に、そこで音楽を流しながら、そしてマイクがあったんです。そして彼のライブが始まりました。彼の声がボワーンとなりました。なんかね普通の声じゃない、ただの声じゃなくていろいろなエフェクトがかかっていた。つまり
5人歌っているような、1人なのに5人歌っているような声になってたんです。高い声もありました。というと高い声もあって、あー、真ん中の声も、そして普通のあー声もある。低い声もある。1人なのに。そしていろんな光が当たって、うわー眩しい、うわーすごい、なんだこれは、ね、もうね、なんとも言えない体験ですよ。これは何なんだ、すごいぞ、これはすごいぞ。僕は体が前に出ました。ステージの前に近づいていきました。そして彼は音楽を流し始めたんです。ドーンドーン。そして彼の後ろには映像が流れています。映像が流れている、サイケデリックな映像が流れていたんですね。人間なのか物なのかわからない、空を飛んでいるところに地球がたくさんある。もう訳がわからない、すごい映像が流れている。そして5人ぐらいの声が流れてる。ボンバンバンタン。そこにリズムが入ってきて、ドゥッドゥッタッドゥンドゥンタッドゥンドゥンタッ。それがめちゃくちゃかっこよかったんですよね。はい。もうとにかくかっこよくて、すごく笑顔になっちゃいました。見てて。すごい楽しい。例えるならば、子供たちがテーマパークに行った時、遊園地に行った時、うわ楽しい、その時笑顔になりますね。子供たちは笑顔になります。その同じ笑顔が僕になりました。同じ笑顔で楽しい、すごい、見たことないぞ、うわーすごい、うわー、はい、というふうに楽しんだ、そういうお話でした。はい。このねポッドキャストではトランスクリプトがあります。ペイトリオンに入ると見ることができます。もしねサポートできるよっていう人はね、サポートしてもらえると本当に嬉しいです。ポッドキャストをね続けたいと思っています。なのでぜひぜひお願いします。それじゃあまた次のポッドキャストでお会いしましょう。今年もよろしくお願いします。さよなら。